はいどうも皆さんこんにちは。おもちゃ業界歴30年、トレーディングカードゲーム怪人のカートンナイトと申します。さて、本日の動画はですね、こちら。ドンと。ワンピースカードゲーム2周年記念 OP09 新たなる工程のワンカートン開封して封入率を検証する動画を撮っていきたいと思います。ついに発売となりました。巷ではね、台風がすごいね、猛威を振るっておりまして、入荷遅延が起きるとか、そもそも届かないんじゃないかとか、いろいろ心配をしてたんですが、無事にゲットすることができました。今回はね、2周年記念のボックスということで、公式からもいろんな発表がされてるんですけど、手配書 SP の復活ですとか、もうコミックパラレルの枚数が大量にあるですとか、さらにシークレット枠のとんでもカードが収録されているなど、いろんな情報公開されてますんでね、かなり開けるのが楽しいボックスだと思いますので、今から期待しております。それではね、前語りはこの辺にして、開封していきましょう。カートン開封いたしました。もう3の4のね、12ボックス入っております。288パック入りかな？パッケージこんな感じになってます。今回のボックスはですね、新しい4校の海賊団っていうのがメインになっていて、クロスギルドのバギーと、赤髪海賊団のシャンクス、で、黒ひげ海賊団のマーシャル DTH、そして我らがモンキー D ルフィが表紙となってますね。この4人の手配書 SP っていうのが公開されたんですけど、めちゃかっこよかったんですよね。今までのワンピースカードゲームだったら、SP カードってワンカードに1枚出現するんですけれど、この手配書 SP4 種類に加えて、さらにね、今までの和柄 SP っていうのも収録されているので、6色の6枚。なんで SP カード合計10枚もあるんで、封入率がね、今までと変わってるはずなんですよね。なんでその辺を徹底的に解析していきたいと思います。どれにしようかな。なんかこれ、微妙に凹んでんな。この2つ凹んでるから、こいつからいこう。では、最初に開けるボックスはこいつに決めました。それでは、ワンボックス目開封やっていきたいと思います。では、開けていきましょう。ワンボックス目は、ゆっくり開封しながら、カードの説明もしながらね、開封していくんですが、2箱目からは、ダイジェスト気味な開封となります。間違いなく24パックありますね。1パック目開封、やっていきたいと思います。ジョキジョキっとね、ハサミを入れる瞬間ね、これから長い開封が始まるんだなっていう覚悟が決まるところですね。一番最初の方はこちら、オデッセイですね。ワンピースオデッセイから、魂のフランキー、スイングアームボクシングソリッド。これさ、カード名技名なんですけど、ちゃんと読むやつ多分いないよね、ゲーム中ね。それでは、魂のフランキースイングアームボクシングソリッドから、2枚目が、こちら、奇跡なめんじゃないよ、イワンコフ。からの、モンスター。モンスターは赤髪海賊団のね、マスコット枠ですね。チョッパー枠です。ちょっとこんなチョッパー嫌だみたいなノリですけれど、今回から赤髪海賊団がついにシャンクス以外のキャラクターがね、どんどん登場して、もうシャンクスリーダーの赤髪海賊団デッキが作れるようになったんですね。続いて、リンドバーグ。2枚目のリンドバーグですね。もともと赤だったんで黄色。革命軍は赤キーなんで、これでね、革命軍デッキがかなり強化できるんじゃないかと。リンドバーグ優遇されてるじゃねえかっていうか、革命軍のストーリーってあんまりね、ワンピース原作で進んでないというか、新しいキャラクターが出てないので、革命軍の少ないキャラクターの中で、回していくしかないから、またリンドバーグが採用されたのかな。はい、続いて、ナミですね。クリマタクトを構えているオナミが鎧をつけて、ね、最終決戦のナミですね。今回の麦わらの一味はみんな紫なので、1周年記念の新時代の主役の時と同じで、ワの国の時の麦わらの一味がそれ揃いしてる感じですね。で、次で6枚目ですね。ワンパック6枚入りなんで、次がレアカードのはずですが、レアカードは、イベントか。イベントは、はい、こちら。ゴムゴムのクワトリマーのジェットクロスショックバズーカ。というわけで、オデッセイの必殺技シリーズですね。いやー、オデッセイのカードが入るのは知ってたんですけれど、この必殺技シリーズさ、ゴムゴムのクワトロマーのジェットクロスショックバズーカとかさ、ちゃんと読んでさ、カード使うやつ、ほんといねえと思うんだよな。ちゃんと使ってるやつがいたら相当なワンピースオタクですね。はい、では2パック目開封していきたいと思います。2パック目、ハウリングガブから。よいしょ、ジンベエだ。ジンベエはバニラですね。能力なし。で、ウソップ、オデッセイのウソップも入ってるね。で、イゾウ青なんだ。そっか、白ひげ海賊団、青がね、出ましたもんね。リーダー白ひげもいますもんね。和の国か白ひげ海賊団を1枚手札に加えるって結構強いですよね。黒ひげ海賊団のカタリーナデモン引きました。今ちょっとね、最新のワンピースでね、カタリーナデモンが実はロビンに化けてるんじゃねとかいう考察があってめちゃくちゃ面白いんですよ。よかったら YouTube で調べてみてください。そしてこれ5枚目なんで6枚目、レアが、はい、俺の時代だーゼハハハーということで、黒ひげ海賊団のイベント、サーチイベントですね。デッキの上から3枚見て、黒ひげ海賊団を持つカード1枚公開手札に加える。残りをトラッシュに置くと。いや、1コストのサーチカードってさ、普通5枚ぐらいめくれて当然やん。3枚とか弱くねって思うんですけど、なんかね、ちょっとカードリスト見てたら、いろいろとね、バージェスとかね、やばいカードをちょっと見ちゃったんで、これね、カードをトラッシュに置くんですよね。なんで、トラッシュのカードを利用する黒のね、カードとかとめちゃくちゃ相性がいいので、そのトラッシュのカードを増やす分、ちょっとね、サーチ枚数が少なくなってるんですね。では、3パック目いきましょう。ミスター1ダズボーネスから。次が、魂のフランキーフライングアームボクシングソリッド。で、ニコロビン。で、シリュウ。雨のシリュウ。からの、出たリーダーのシャンクス出ました。リーダーカードのシャンクス来ました。パワー5000、ライフ5、赤単色で、赤髪海賊団4個。ターンに1回相手がアタックした時発動。相手のリーダーかキャラクターを1枚このターン、パワーマイナス1000ということで、威圧することで相手のパワーを下げることができる。あまりにも強すぎる覇気で相手のパワーを下げることができるんですね。これね、ドンとかコストとか使わないんでね、めちゃくちゃ使い勝手のいいリーダーですよね。1000っていうのは地味なんですけど、発動のタイミングを自分で選べるっていうのもかなり偉いですね。では、シャンクス、次がレア。
レアははい、こちら。ミスター3ギャルディーノ。というわけで、クロスギルドのね、サーチキャラクターですね。デッキの上から4枚見て、ギャルディーノ以外の特徴クロスギルドか、バロックワークスを含む特徴を持つカード1枚まで公開して札に加える。その後残りを好きな順までデッキの下に置くということで、若干分かりにくく書いてるんですけど、元バロックワークスとかもサーチできますよと。何でも探すことができますよっていうことですね。太っちまったリッチーから。これがクロスギルドのチョッパー枠。はい。で、ゴムゴムの縄跳び。縄で飛ばれてるカイドウさんがね、ちょっと哀れに見える縄跳びでございます。そして、クロウズ。闇闇の実の能力ですね。引力を操る闇闇の実。このクロウズでね、エースと戦ったシーンですね。はい、続いてサウザントサニー号。ステージですね。ウォーターセブンを出航するときのサニー号ですね。このステージをレストにして、特徴を麦わら持つキャラクターが1枚場を離れたらドーンデッキからドーンレストで追加。いや、めちゃ強い。麦わらの一味だったら何でもいいのか。まあね、麦わらの一味倒すとドンカスクされちゃうから倒さないでくださいね、みたいな。牽制にも使えるカードですね。続いてブラックホール。自分のリーダーが特徴黒ひげ海賊団を持つ場合、相手のキャラ1枚をこのターン効果無効。その後、そのキャラクターのコストが4以下の場合 KO する。効果を無効にしてさらに KO っていうことでね、効果を無効にしてから KO するっていうことで、KO されないっていう効果を持っているキャラクターも KO 可能だし、このカードがね、KO された場合っていう効果も発動しないということで、めちゃくちゃ強力な塾ですよね。ちょっと黒の塾って本当に強いですよね。ちょっとね、黒ばっかり強いのなんとかなりませんか、バンダイさん。はい、では次は6枚目、レアカードが、おっと出たー、ついに9段にして収録されました。海賊王ゴールドロジャーのシークレットカードを引きました。コスト11万3000速攻と、能力やテキスト的にはシャンクスの強化版みたいになってて、パワー1万3000ってね、過去最大のパワーを持ってるんですよね。さらに効果も海賊王のために用意されたド派手な能力で、相手がブロッカーを発動した時、自分か相手のライフが0枚の場合、ゲームに勝利する。問答無用でゲームに勝利する能力を持ってるんですよね。といっても、相手がブロッカーを発動してくれなかったら、ゲームに勝つことはできませんから、ブロッカーを倒した時とかじゃないんでね、相手がブロックしますって言った時なんで、ブロックを許容させるカードが今後出てきたらもうやばいカードですね。これがね、自分か相手って書いてあるのが偉いんですよね。自分のライフが0でも、ロジャーをブロックした瞬間にね、ゲームが終わってしまうので、追い込まれている時になんかいろんなコンボが決まると、もしかすると逆転できるカードになるのかもしれません。ただね、10コストなんで他のカードとのコンボ非常に難しいんですよね。というわけで、海賊王ゴールドロジャーのシークレット引きました。これシークレットなんだけど、パラレルみたいにめちゃくちゃイラストがね、ド派手ですよね。なんだろう、このカードに出すとマジで迫力がすごいわ。手に取ってほしいですね。じゃあ4パック目開封。はい、リッチーから。ブルック。奇跡なめんじゃないよ。モージ。トラフォルガーロー。オデッセイのローですね。コラさん、ロシナンテと一緒に写ってるのがめっちゃエモいですよね。そして次、レアカードですね。レアカードはこちら。じゃじゃ。じゃん。はい、ヤソップです。赤髪海賊団のウソップのお父さん、ヤソップが収録です。自分のリーダー1枚までを次の相手ターン終了時までパワープラス1000。さらにドンをつけてアタック時、相手のキャラクター1枚をこのターン中パワーマイナス1000ということで、登場時効果でリーダーのパワーをね、6000まで上げることができるんですね。別にこれ赤髪海賊団限定とかじゃないんで、どのデッキにも入れることができるんですけれども、リーダーのパワーが6000になれば、かなりね、防御力が硬くなりますんで、ヤソップかなり使われるカードになるんじゃないかなと思います。6拍目、ブルックからですね。ワンピース第1話風車村のシーンからですね。俺の友達を傷つける奴は許さない。自分のリーダーが赤髪海賊団を持つ場合、相手のキャラ1枚をマイナス3000。その後、相手のパワー5000以上のキャラクターがいる場合、カードを1枚引く。コスト2とちょっと重めなんですけれども、パワーを下げながらドローがついてるんで、損をしないカードですね。かなり使いやすいし、使われるんじゃないかなと思います。続いて、ついになるようなイベントが来ましたね。マギー海賊団なんですが、特製マギー玉。相手はコスト6以下のキャラクター1枚を持ち主の手札に戻す。相手は自身のコスト6以下のキャラクター1枚を持ち主の手札に戻す。2コストで6コスト除去できてるんですが、カードは相手が選ぶんですよね。さらに、まだこの時はね、インペルダウンなんでクロスギルドついてないんですよね。はい、続いて、ウソップに見えるんですが、これはマーシャル DT1、黒ひげの下積み時代のデフォルメイラストですね。このキャラをレッスンして、自分の手札が相手の手札より3枚以上少ない場合2枚引く。で、1枚捨てる。3コストで重いんですけれども、3コストで重いんですけれども、きっちりカードが1枚増えているので、黒ひげリーダーで使うと見せかけて、まだこの時白ひげ海賊団なんですね。黒ひげ海賊団の特徴を持ってないんです。これ結構ね、対戦でもね、問題になる可能性があるんで、よく覚えておきましょう。では、次。はい、カラスですね。革命軍のカラスです。今度はブロッカーか。黄色の新たなトリガー持ちですね。最後、レアですね。レアが、はい。オデッセイの杯ですね。6コスト7000。登場時レスのキャラが2枚以上いる場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚を KO と。緑なんだけど、黒みたいな除去効果を持ってますね。自分のレスのキャラって書いてあるので、相手に依存しないのはかなり使いやすいカードなんじゃないかなと思います。青のマルコから。このマルコも今までのマルコ同様に、手札1枚捨てたらトラッシュから戻ってくる。代わりに効果で KO された時だけになってるんですね。普通にバトルだったら KO されちゃう。バスコショット。2コストのブロッカーですね。3人を、なめんじゃないよ。で、ジャンバール。ハートの海賊団のセイン・ジャンバールですね。新しい赤紫ローで使ってくださいっていう感じのテキストしてますね。自分のドンの方が少なかったら相手の3コスト以下を KO。6枚目レアが、SR 来ました。アーディオ。オデッセイのメインキャラクターですね。
9コス9000。お、パワー高えな。効果が登場時自分のリーダーオデッセイを持つ場合、自分のドン3枚アクティブにする。あ、なるほど。9コストだけど実質6コスト。で、相手のアタック時、一旦に一度自分のドン1枚レストにして、自分のリーダーかキャラをこのバトル中パワープラス2000。なるほどね。イベント内蔵みたいな感じか。一度支払うことでパワープラス2000にして支援してね、パワーを上げる感じの。一度が2000ガードになる感じですからね。全く損しないですね。このアーディを出すだけで。8パック目。頂上決戦にやってきたレッドフォース号から。起動メインで自分リーダーが赤髪海賊団の場合、相手キャラクター1枚をパワーマイナス1000。で、桃ひげ海賊団。白ひげ海賊団が崩壊した後に、ホニャララひげっていうのがいっぱい流行ったんですね。茶ひげとか桃ひげとかね。黒ひげ海賊団参加っていう特徴を持ってるので、黒ひげ海賊団のサポートを受けれるんですかね。で、クローズ。で、カバジ。前のカバジは禁止になっちゃったんですけど、今回はね、禁止にならないといいですね。バギーと文字がいる場合、このキャラクターはバトルで KO されないと。続いて、さあ、リーダーのモンキー D ルフィついに待ち望んでいたギアフィフス2課のルフィがリーダーカードで登場。黒紫っていうめちゃくちゃ強いね、黄色の組み合わせなんで、これからね、大暴れすることが間違いなしと言われているルフィ。効果の方はドン1つけることで、相手単中でもね、自分のキャラクター全てをコストプラス1して、もう守ることができるんですね。コスト X 以下っていうカードを破壊するみたいな効果を全部これで守ることができるんですね。守る効果と、自分単中一度だけ自分のバンドドンが2枚以上同時にドンデッキに戻った時、ドンデッキからドン1枚アクティブで追加。同時にドン戻った時限定っていう、ちょっと条件は難しいんですけれど、ドンデッキから1枚アクティブで追加し、さらに1枚をレストで追加。2ドン払っても2ドン戻ってくるっていうね。実質ドン加速にはなってないんですが、そこら辺をサポートするカードが今回いっぱい入ってるんでね、新リーダールフィかなり使われるんじゃないでしょうか。はい。そして最後ですね、レアカードはこちら。はい、デレシということで、サウロとロビンがオハラでね、笑ってる時のシーンですね。これそろそろ本編でもサウロが再登場するのではないかと言われてますので、かなり印象深いロビンとサウロの友情のシーンですね。効果が結構やばくて、デッキの上から5枚見て、デレシ以外のトリガーを持つカード2枚公開して手札に加える。残りを好きな順番でデッキの下に置く。ということで、3コストで2枚ドローっていうわけですね。まあ、それで言ったら、3時のピラフの方が強いんじゃねみたいなところになるんですけれども、黄色ってね、ほぼトリガーでデッキ作ることがもうできちゃうので、かなりいろんなカードをサーチできる範囲が広いカードになりますね。9パック目。9パック目ゴムゴムの縄跳びから、よいしょ、ヒート。これ3戦長のキットを強化するようなカードですね。自分のパワー4000以下のリーダー1枚をこのターン中パワープラス1000。ボンクパンチ。そして、湯煙殺人事件。カバジの貴重な戦闘シーンですね。自分のリーダーキャラ1枚をこのバトル中パワープラス3000。その後自分の手札2枚までを捨てる。捨てた枚数と同じ枚数デッキの上からトラッシュに置く。続いて、おっと、レアが出た。1枚早いですね。自分のリーダーがニコロビンの場合、デッキの上から3枚見てトリガーを持つカード1枚手札に加える。残りを好きな順番でデッキの下に置くということで、珍しくリーダーがロビンだった場合っていうロビン専用のカードになっちゃうんですね。代わりに効果としては結構強い。カウンター2000ですしね。ラストのカードは、こちら。じゃん！ドンカード。そんなに怖いか。新時代がシャンクスの企画の1コマと新時代を導く大人と新時代の主役たちがフィーチャーされてます。そしてね、これ原作までも言われてたんですけれど、歌っぽいシルエットが左に映ってるんですよね。これで歌が本編に登場するんじゃないかっていうところでかなり期待が高まったこのシーンがドンカードとして収録されました。10パック目開封。蜂の巣からですね。黒ひげ海賊団本拠地蜂の巣。効果は手札を1枚捨ててレストにしたら、自分のデッキの上から3枚見て黒ひげ海賊団を持つカードを1枚公開手札に加えて残りデッキの下に置く。やってることは結構ギャンブルなんですよね。手札1枚捨てないといけないし、まあ黒ひげ海賊団が出てこなかったらただ1枚損しただけになっちゃうんですけれど、黒ひげ海賊団はリーダー黒ひげの効果ってね、ちょっとねサーチカードが使いづらいんで、まあこういう風なちょっと弱いめのサーチカードで調整されてるんですね。蜂の巣からバーストショット、モーリー、ハグワール D サウロ、ブロッカーとニコロビンの場合トリガーで登場と。アルビダ姉さん。自分のリーダーがクロスギルドを持つ場合手札からアルビダ以外のコスト5以下のキャラクター1枚登場させる。出るカードはねクロスギルドじゃなくていいんですね。レアカードはこちら。おい来い、俺たちが相手をしてやる。汎用的なイベントサポートですね。1コストでデッキの上から5枚見て赤髪海賊団を1枚手札に加える。トリガーがメイン効果発動じゃなくてワンドローなんですね。11パック目開封。ハウリングガブからマギーラマーダーズボーネス。お、チョッパーですね。自分単終了時コスト4以下のオデッセイを持つキャラクターを1枚アクティブにする。これはね、チョッパー自身が4コスト以下なんで、このチョッパーがね、アタックしてもアクティブになってアタックされないっていう、一人で完結してるカードですね。で、キラー。これも、キット海賊団の強化カードですね。ドンマイナス1してリーダーを1枚アクティブにするということで、ドンマイナス1にするだけでリーダーがね、2回攻撃できる。これは結構江口ですね。では、レアカード、こちら。はい。シルバーズレイリーのレアカード。若かりし頃のレイリーですね。背景にはスコッパーギャバンが映ってますね。5コスト6000ブロッカーで、相手の元々のパワー5000以上のキャラクター2枚以上いる場合、カード2枚、ドロー、そして1枚捨てる。2枚ドローしてワンルーティングなんで、ワンドロー以上の価値がついてますね。このカードもヤソップと同じで、ロジャー海賊団とか赤髪海賊団のリーダーの場合とか、そういうの全くないんで、もう汎用的ないろんな赤のデッキに使われそうですね。折り返し12パック目開封はピエールから、ガンフォールのマスコットキャラクターですね。で、モンスター。
モンキー D ルフィ、オデッセイですね。レストのキャラクター2枚以上いる場合、相手のコスト6以下のキャラクターがドン1枚をレストにする。キャラクターレストもしくはドンレストなんですけど、ちょっとコストが重めなのが厄介ですね。まあ言うてね、オデッセイに新時代に麦わらの一味とめちゃくちゃ強い特徴を持ってるんで、いろんなデッキのボンドになりそうなカードですね。ポートガス DS、オデッセイ、麦わら海賊団と肩を並べて戦うエースっていうのは胸熱な展開ですね。レストのキャラクターが2枚以上いる場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚レスト。ほぼルフィと同じ効果なんですけど、カウンター2戦ってところは偉いですね。問題なく採用できて、レストしたいときはプレイすることができる。一段の依存みたいな使い方するんですね。で、リーダーカード出ました。オデッセイのリーダー、リムですね。自分のキャラクターは全てレストで登場するっていうとんでもないデメリットを持ってます。これはね、自分のキャラクター全員がアタックで除去されるっていうものすごい度級のデメリットなんですが、オデッセイのカードたちがみんなレスト状態の場合っていうところを参照してるカードが多いので、そことはコンボになってるんですね。さらに自分のドンカード3枚レストにすることで、ドンデッキから1枚ドンをレストで追加。手札からコスト5以下のオデッセイを1枚登場させるということで、加速しながらキャラクターも登場させるっていう、この下の効果がね、えぐいぐらい強いんですね。ドン加速しながらキャラクター展開。2コスト踏み倒し。後半はめちゃくちゃしんどいと思うんですけど、序盤展開は結構えぐいですよね。研究されてどうなっていくのか楽しみなカードですね。ではラスト、レアカードこちら。はい。黄色のサボですね。7コスト7000、カウンター1000。手札から特徴革命軍を持つキャラクター1枚をライフの上に表向きで加える。その後、自分のライフが2以上の場合、自分のライフの上か下から手札に加える。トリガーの革命軍を仕込むことができるんですね。あと強いのは自分自身も埋めることができるんですが、トリガーがね、自分のリーダーが多色の場合2枚引くっていうことで、かなり強めなんですよね。2ドロって結構やばい。リッチーから、ウソップ、ヒート、サンダーランスフリップボント砲ショット。オデッセイのコンボ必殺技シリーズですね。レッスンのキャラクター2枚以上いる場合、相手のコストの4以下のキャラ1枚 KO。そして、出た占領道家のバギーの4項バージョン。リーダーバギー様登場でございます。自分のドン5枚レッスンし、手札1枚捨てることができる。手札からクロスギルドを持つキャラクターカード1枚登場させるということで、これまたド派手な踏み倒し効果ですね。5枚もレッスンしないといけないんですが、出すクロスギルドのカードに関しては、コスト全く無視してますので、10コストのバギーとかだってポンと出すことができるんですね。1枚捨てて1枚登場なんで、結構コストとしては重めなんですね。なんですが、さすがにね、5ドンある時に10ドンとかのカードが飛び出してくるのは結構やばいカードですね。はい、ではラスト、レアカードはこちら。はい、子供の時の歌でございます。特徴はヒルムなんですが、効果はデッキの上から5枚見て赤髪海賊団を持つカードを手札に加える。ということで、特徴フィルムなのに、やってることは赤髪海賊団のサポート。海賊じゃないって言いながら、赤髪海賊団のサポートしてる歌の子供時代の可愛いところですね。14拍目、光月おでんから。これね、コモンカードにしてはめちゃくちゃ効果とか強そうですよね。続いて、ニコロビン。で、プリンちゃん。シャーロットプリン。2コストパワー0。相手の手札が5枚以上ある場合、相手は自分の手札を1枚捨てる。ちょっとテクニカルなカードですね。こちらはプリンを出してるので、1枚手札が減って、相手は自分の手札から1枚入れないカードを捨てるっていう形になります。この出したプリンを何らかの効果でサクリファイスできると、ちょっとアドバンテージが取れるってカードですね。次、クローズ。はい、オデッセイのクロコダイルですね。自分のリーダーがオデッセイを持つ場合、このキャラはリーダーとのバトルで KO されない。KO されないのはロギアの能力の再現でしょうか。リーダーにやられないだけで結構場持ちが良くなりますね。で、ラスト、レアが出ました !SR カード世界最強の剣士、ジュラキュール・ミーホーククロスギルドバージョンですね。イラストはクロコダイルと一緒にバギーを詰めてるところですね。お前の部下になったつもりはねえぞっていう風にバギーを詰めてるシーンですね。6コスト7000。ブロッカーを持っていて、カードを2枚引いて1枚捨てる。手札が1枚増えるんですよ。さらに1枚いらないカードを捨てることができると。リーダーバギーで手札1枚捨ててもこれ1枚補充できるんで、そんなに損しませんよっていうデザイナーズカードですかね。15パック目はレッドフォース号から。ウソップボンクパンチ。で、ベーロベティ。登場時ライフが2以下の場合カード1枚ドロー。オデッセイのサボ。レッスンのキャラクターが3枚以上いる場合、カード1枚引く。アタック時自分のレッスンのキャラクター3枚以上いる場合、カード1枚引く。いぶし銀なカードですね。ではラスト6枚目。レアカードはSR だ。SR カードはこちら出た。今回の段でね、黒ひげが最強なんじゃないかって言われてるゆえんの10コスト黒ひげ。10コス1万2000なんですけど、初めて10コストでブロッカーを持っています。起動効果が自分リーダーが黒ひげ海賊団を持つ場合、このキャラが登場したターン、相手のリーダー1枚までをこのターン中効果を無効にするという、リーダー効果を無効にするのって前代未聞ですよね。初めてです。さらにその後、相手キャラクター1枚を次の相手のターン終了時まで効果無効、ブロッカーとかも全部消えます。そしてそのキャラクターはアタックできない、闇闇の能力をバリバリに再現したカードですね。この黒ひげのブロッカーっていうのも、誰かを守ってやるとかじゃなくて、相手を引き寄せて俺に向かって攻撃してこいっていう、わがままなところを再現してるブロッカーなんですよね。他のキャラクターのブロッカー、仲間を守ってやろうっていうのとは全く別のブロッカー表現ですね。いや、黒ひげデッキどのぐらいね、使われるようになるのか、わかんないですね。環境が黒ひげ一強とかになると無策になっちゃうんで、もっといろんなリーダーが使われる環境になることをね、願ってます。16パック目。モンスターから。辛いバリ島。リンドバーグ。魂のフランキーフライングアームボクシングソリッド。で、ライムジュース。で、ラスト。レアが、
はい、ロロノアゾロ。3コス5戦で、登場時自分のドンを1枚以上ドンデッキに戻すことで、ドンデッキから1枚アクティブで追加。まあ、実質ね、3コストで1ドン戻して1ドンアクティブなんで、2コストで出すことができるんですね。さらにこのカードはリーダールフィと組み合わせるとめちゃくちゃ強力になって、なぜか2ドン増えるっていうね、不思議なカードになります。17パック目、ボンクパンチから3時。KO 時ライフの上か下から手札に加えて、自分のトラッシュからコスト4以下のオデッセイか麦わらの1名を1枚レストで登場。転んでもタダでは起きない3時ですね。そして、特製マギ玉。ストロンガー。自分のリーダーが黒ひげ海賊団を持つ場合、カードを1枚引いて、さらに相手のキャラクター1枚をコストマイナス2。黒ひげがリーダーの時って、自分のキャラクターの登場時効果が無効になっちゃうんで、ちょっと分かりづらい効果にしないといけないんですよね。ストロンガーと手札1枚捨てちゃってるんで、損してるんですけど、コストはマイナス2できましたよっていうカードですね。ビルディングスネーク。赤髪海賊団バージョンのゴードン。このキャラクターをデッキの下に置くことができる、相手のキャラ1枚までをこのターンマイナスパワー3000。ラストレアですね。ナミですね。アタック時、自分のデッキの上から5枚見て、青のイベント1枚を公開して手札に加える。残りを好きな順番でデッキの下に置く。泥棒猫ナミって感じのテキストしてますね。まあ、イベントカードをサーチするんだけど、登場時じゃなくてアタック時になってるので、やや使いづらいか。18パック目。俺は友達を傷つける奴は許さない。ダイヤモンド・ジョズ。マーシャル DT1。ワイヤー。キッド海賊団のワイヤー2枚目かな。自分のリーダーがパワー7000以上で、かつ、キッド海賊団を持つ場合、このキャラは速攻を得ると、3戦長のキットを強化するカードですね。で、カウンタープラス2戦。で、バーソルミュークマ、桜花七部会革命軍のカウンター2戦ですね。自分のリーダーが革命軍で、お互いのライフが合計5以下の場合、トリガーで登場。で、レアカードはこちら。毒9ですね。このキャラクターをレッスンすることで、自分のリーダーが黒ひげ海賊団の場合、相手のコスト1以下のキャラ1枚を KO。毎ターン起動できるのは結構やばいですね。KO 時に1枚引くんで、とりあえず出すだけでも働いてくれるカードなんですが、この起動メイン効果を使うことができたら、1枚でね、相手破壊して1枚ドローしてるんで、アドバンテージ取れてますね。19パック目、ウソップから。シャチペンギン。相手のキャラクター1枚パワーマイナス2000。アバロピサロ。黒ひげ海賊団のバニラから。はい。ドンキホーテロシナンテ。オデッセイのロシナンテですね。相手のアタック時、このキャラクターをアクティブにするブロッカー。アタッカーもこなすことができるし、ブロックもできるっていう、かなり使いやすいカードですね。てか、このロシナンテめっちゃ強いな。トニーチョッパー。これも初めてのカードですね。5コスト6000。自分ターン終了時自分のドンを1枚以上ドンデッキに戻すことができる。このキャラクターをアクティブにし、その後、このキャラクターは次の相手ターン終了時までブロッカーを得る。まあ、1枚以上ってしつこく書いてあるんですけれど、リーダールフィをしっかり使うカードテキストになってます。アタックした後ブロックできるっていうのはロシナンテと同じですね。こっちの方が強いかもしれん。ラスト、レアですね。よいしょ。ラフィット。出ました。黒ひげ海賊団のサーチカードですね。ドン1枚とこのキャラをレッスンすることでデッキの上から5枚見て、黒ひげ海賊団を持つカード1枚手札に加える。残りを好きな順番でデッキの下に置く。他の1コストサポートと比べるとかなり効率悪いし、パワーもちょっと低いんですけれども、黒ひげ海賊団のサーチができるだけでかなり十分な能力を持ってます。20パック目はダイヤモンド・ジョーズから、よいしょ。シャーロット・プリン。ニコールビア。出ました。ロビンのお母さんですね。自分のリーダーのニコロビン1枚までをパワープラス3000。やば。自分のリーダーがニコロビンの場合、カード3枚引いて、自分の手札を2枚捨てる。スーパードローですね。さらにカウンター2戦なんで、ロビンデッキだったら絶対入りますね。で、ピーチ。ユースタスキット。出ました。自分のライフの上から1枚目の手札に加えることができる。自分のリーダーがキッド海賊団を持つ場合、ドンデッキからドン1枚をアクティブで追加。ライフを減らす代わりにドン加速。さらにキッドリーダーだったらね、このライフを減らす効果も有効に使うことができるんでね。アルティメットデッキ強化するカード多くないか。そしてレアはこちら。はい。ラッキールー。赤髪海賊団の一番目立ってるんじゃねえかってやつ。いつもね、2個食っているラッキールーですね。4コス5000。KO 時、自分のリーダーが特徴赤髪海賊団を持つ場合、相手の元々のパワー6000以下のキャラクター1枚 KO。ブロックするし、除去するし、飯を食ってる分しっかり働くラッキールー。そしてね、シャンクスたちの効果でパワーが下がってれば、KO 範囲が広くなるよっていう感じですね。21パック目、8ノスから。ほい。赤髪海賊団新入りのロックスター。ジンベ。3時、エッグヘッド強化ですね。トリガーは、これ結構やばくって、自分のリーダーがエッグヘッドを持つ場合、デッキの上から1枚をライフに加えて、手札を2枚捨てる。トリガーからライフ回復ですね。赤髪海賊団の格闘家。このキャラクターをレッスンすることで、自分のリーダーが特徴赤髪海賊団を持つ場合、相手のキャラ1枚をマイナス2戦。カウンター2戦なんでデッキに問題なく入って、たまにね、パワー下げるときに登場することもあるカードですね。で、次がレアの、デビルロビンですね。鬼ヶ島の決戦で登場した新しいロビンの姿。これ、鬼ヶ島なんで、麦わらの一味で紫になるかと思ったら黄色なんだな。効果が、相手のライフが3枚以上の場合、相手のライフの上から1枚までをトラッシュに置く。無条件トラッシュは結構えぐいな。そしてトリガーが自分の手札からコスト3以下のキーのキャラクターを1枚登場させる。まあ、端的に言って強いですね。22パック目、8ノスから。ベポ。このカード初めて聞いたな。自分の場のドンがドンデッキに戻されたとき、自分のリーダーがキャラ1枚をこのターンパワープラス1000。ヒート。3時。初めてですね。ゴムゴムの雷。ドンマイナス2と重いんですが、相手のパワー6000以下のキャラクター1枚を KO。リーダールフィだったら、実質1コストで使うことができるし、ドンマイナス2も効果で打ち消すことができるので、実質ルフィ限定のカードかな。で、ラストレアカードは、はい、トラファルガーロー。デッキの上から4枚見てコスト2以上の麦わらの一味かハートの海賊団を持つカードを1枚公開し手札に加える。麦わらの一味と同盟した時のローですね。まあ新しいローを強化する形で登場したハートの海賊団サポートのローですね。さて残り2パック。それでは開けていきましょう。23パック目。
ハウリングガブから。で、ロックスター、モーリー。お、ゴムゴムの縄跳び。ウセロ。出た。声に出して読みたいカード名。ウセロ。シャンクスかっけーわ。効果の方は相手のキャラ2枚までをパワーの合計が4000以下になるように KO。2体破壊するんですね。多分、普通だったらなかなか採用されることはないんですが、これがカウンターとかでめちゃくちゃ強いカードだったら、対戦中に何度もウセロウセロって言われて、気分が悪くなるかもしれないカードだったんで、ちょっと使いづらいテキストで良かったかもしれない。そしてレアカードはほい出ました SR カード、コアラですね。6コスト6000、ブロッカー。登場時、ライフの上か下から1枚手札に加えて、自分の手札から4コスト以下の革命軍を1枚登場させる。登場させた場合、カード1枚引く。いや、強っ。ベロベティリーダーとかがかなり強化されたんじゃないかな。はい、それでは、泣いてもらってもラスト24パック目の開封いきます。最後は手で開けようね。ラストはウソップからです。桃ひげ、ピエール、ダーズボーネス、アイスブロックパルチザン、青生地の技ですね。効果は相手のコスト3以下のトリガーを持つキャラクター1枚を KO。相手のコスト3以下でトリガーを限定。条件は厳しいんですけれども、代わりにね、黄色の1コストで KO できるイベントっていうのは結構偉いのかな。そしてラスト、レアカードはこちら。じゃん、クロスギルド占領道家のバギーということでね、クロスギルドのイベントカードですね。デッキの上から4枚見てクロスギルドを1枚公開して手札に加える。はい。1箱目の開封結果、このようになっております。いや、今回さ、収録されてるカードやシーンに思い入れがありすぎて、ちょっとカード説明しすぎちゃって、長くなっちゃったんですよね。そのぐらい新たなる工程で収録されてるカードたちって、ものすごい選別されて入れられてると思うし、カードテキストもね、もう魅力的というか、面白そう。どういうデッキができるんだろうみたいなワクワクするカードが非常に多かった印象です。あとね、1箱目でね、いきなりロジャーを引けたのはめっちゃ良かったですね。このカードね、マジでかっこいいんですよ。さっきもアップで見せたんですけれども、めちゃくちゃかっこよくって、もうぜひ手に取ってね、見ていただきたいですね。映像でなんとか伝わってほしいなと思ってかなりドアップにしてるんですけれども、このね、レリーフというかモールドの加工とかめちゃくちゃかっこいいんでね、ぜひね、パック買って当ててみてほしいです。それではね、続いて2箱目の開封やっていきたいと思います。2箱目からはダイジェスト開封になりますので、開封結果のね、こういうまとめだけ公開していきます。お急ぎの方は12箱まとめた開封結果っていうのもやってますので、概要欄からね、リンクを飛んでくださいね。それでは2箱目の開封へ行きましょう。はい、こちら2ボックス目の開封結果となっております。10コストシャンクスの SR を引きました。ついに10コストのシャンクスが登場ですね。効果は相手のキャラ全てをマイナス1000ということで、地味に見えてめちゃくちゃ強力な能力ですね。このシャンクスを倒さないと、自分のね、キャラクター全員のパワーがプラス1000みたいな話ですからね。リーダーのパワーも常に1000上がってるっていう形になって、リーダーシャンクスの効果を併用することで、2位のタイミングでね、パワー合計マイナス2000できるので、この威圧による防御力っていうのはかなりね、見た目よりもね、ありますね。続いて、クロスギルドのクロコダイル。バギーの生首を抱えて、お前ふざけんなよっていう風に詰めてるところのシーンですね。クロスギルドのカードの中では10コストバギーに次いで7コストと非常に重いので、バギーのリーダー効果で出すんだったらこのクロコダイルになるんじゃないかなと思います。バギーの効果でクロコダイルを出して、クロコダイルの効果でもう1体出して、クロスギルドのキャラクターが並んでいくって感じですね。そしてパラレルカードはこちら。じゃん、泥棒猫ナミのパラレルカードを引きました。レアのナミの方は背中からね、見た構図だったんで、正面から見たナミさんのがめつい一面がね、表現されてますね。指がお金のマークになって、チャリンって音が聞こえてきそうなエフェクトがね、光が入ってますね。はい、というわけで2ボックスの結果は以上でございます。続いて3箱目の開封結果どうぞ。はい、こちら3箱目の開封結果となっております。新規カードはこちら。鬼ヶ島決戦時の3時ですね。大看板のクイーンを相手にね、ついにレイドスーツを使うことを解禁するシーンです。効果は単純で、自分のリーダールフィー用のドンカード好きなだけ戻すことで、このターン中速攻を得て、さらに相手の6コスト以下のキャラクターをレストにできるということで、ブロッカーをね、排除することができるんですね。ブロッカーを排除することもできるし、相手のレスト状態のキャラクターを作り出してアタックすることもできるっていう万能カードですね。打点はそこまでなんですけど、紫黒のルフィにとっては、速攻ってかなり大事なね、能力なんで、かなり使用率が高くなるカードなんじゃないかなと思います。そして、パラレルカードはこちら。じゃん、ゴールディロジャーのシークレットパラレルを引きました。パラレル版のゴールドロジャーです。カードイラストが小田先生のね、原作イラストになってるんですよね。1箱目で当てたシークレットロジャーもこういう解釈あるんだっていうところとめちゃくちゃな光り方してたんで、すげえかっこよかったんですけど、小田先生のロジャーもかっこいいですよね。で、ちょっと小ネタなんですけれど、パラレルカードの後ろにですね、これどう見ても日本とかね、現実の世界の地図が映っているんですよね。この背景っていうのは公式ファンブックとかいろんなイラスト集とかね、いろんなところで使われてたやつなんで、別になんか本編と絡むところがあるかわかんないんですけれども、これもしね、小田先生の監修済みで、ワンピース世界も実は我々の地球と同じ場所だったみたいな伏線なんじゃないかとか、一部ではね、囁かれてますね。はい、というわけで3箱目でゴールドロジャーのパラレル引きました。そして、もう1枚、パラレルカード引いております。パラレルカードこちらです。じゃん、占領道家のバギーのリーダーパラレル引きましたー。これでね、クロコダイルを出して、クロコダイルで他のカードを出してみたいな感じで、コンボを決めていくことがバギーデッキの最大の目標。そして、自分自身10コストのバギーっていうのが出した時にね、無条件で相手のキャラクターをデッキの一番下に送ることができるっていう超強力な除去を持っているので、最終的に10コストバギーの降臨を目指すっていうデッキになってますね。というわけで、ロージャー船長とね、バギーの2人の船長が揃い踏みで並び立つっていうね、バギーにとっては海賊王になるっていう夢の目標値ですからね、このツーショットめちゃくちゃなんかエモい感じしますね。というわけで、3ボックス目は以上でございます。それでは4箱目の開封
結果へ行きましょう。こちら4箱目の開封結果でございます。新規 SR はオデッセイのリムを引きました。3コスパワー5000、登場時デッキの上から5枚見て、リム以外のオデッセイを1枚手札に加える。カードサーチの効果を持ってるけど3コストちょっと重い。でも戦闘ができる。そしてターン終了時に自分のレッスンのキャラクター3枚以上いる場合このキャラクターをアクティブにするということで、オデッセイデッキ、リーダーリムの専用カードになりそうなキャラクターですね。そしてパラレルカードはこちらです。じゃん。革命軍のこう一点、コアラの魚人空手をしてるシーンでございます。戦闘シーンですね。めっちゃ躍動感あっていいですね。こんなハイキックしてたらね、スカートですからね、パンツ見えちゃうと思うんですけれども、謎の力が働いてね、もうパンツは見えなくなってますね。不思議ですね。はい、というわけでコアラ。そしてもう一枚引きました。もう一枚引いたパラレルカードはこちら。じゃん。ニコロビンのリーダーパラレル引きました。ロビンちゃんがついにリーダーになりましたね。空島で考古学の調査をしてる時のロビンですね。リーダー効果にパニッシュを持ってるっていう結構やばい人で、ロビンの攻撃を通すとトリガーは発動しないし手札が増えないし、もうロビンの攻撃は絶対守らないといけなくなっちゃうんですよね。こういう能力持ってるのって緑黄色のヤマトみたいに、もう絶対ブロックしなきゃみたいな感じになっちゃうんで、かなりね、相手してると嫌なカードですよね。効果としては手札1枚捨てることで、ドンデッキから1枚レストに追加するっていう加速能力。ロビンリーダーの専用カードもかなり強かったりするので、もう配色ね、紫黄色とね、かなり強いカラーリングしてるので、ロビンデッキもかなりやれるデッキタイプになるんじゃないでしょうか。はい、というわけで連続でリーダーパラレルを引きました。まあ、過去のカートン開封ではリーダーパラレルって1カートン2枚出現するので、おそらく今回これでリーダーパラレルは打ち止めなんじゃないかなって思うんですが、まあ、OP09 新たな工程は2周年記念セットで今までと違うところが結構あるっぽいので、もしかしたらリーダーパラレルがさらに出現するかもしれません。今回のカートもリーダーパラレル2枚なのかチェックしていきましょう。それでは5箱目の開封へどうぞ。はい、こちら5箱目の開封結果となっております。新規 SR はこちら、ベンベックマンです。赤髪海賊団のナンバー2ですかね。効果はシンプルで、登場時相手のパワー6000以下のキャラクター1枚をトラッシュに置く。破壊 KO じゃなくて、トラッシュに置くなので、KO されないとか、そういう効果を無視するっていうのが、強力な破棄使いで、相手の特殊能力を無効にするっていう再現になってるんですね。そしてパラレルカードはこちら。じゃん。オデッセイからアディオのパラレルカードを引きました。コテコテの身の能力を発動しているシーンですね。はい、というわけで5箱目の開封結果以上でございます。続いて6箱目の開封いきましょう。はい、こちら6箱目の開封結果でございます。折り返し視点なんですけれども、こう SR が4枚出るとね、パラレルカードは1枚しか出ないっていう法則がありますので、パラレルカードは1枚でございました。それでは今回のパラレルカードはこちら。じゃん。鬼ヶ島決戦で2回に覚醒する前のルフィですね。ギアフィフスの10コストルフィになる前なんで、コストが9になってますね。登場時効果はリーダールフィサポートの自分ののドンを1枚以上デッキに戻すことで、ワンドローしてさらに速攻になるということで、まあ、3時が速攻になってレアイって言ったんですけれども、このシークレットルフィも速攻になるんだったら、どっちかでもいいのかな。いや、でも速攻って強い効果だからな。と言っても9コスト、どうだろうね。ワンドローついてるけど3時の方が使いやすいんじゃないかな。非常に評価が難しいカードですね。はい、というわけで折り返しの6箱目なんですけれども、シークレットカードが出て、パラレルカードが出ませんでした。過去のボックスではシークレットカードが出た時に、もう1枚キラカードが出ることがあったので、今回もそういう2枚箱があるのかどうか、ちょっと気になりますね。まあ、これもカートン開封調査の醍醐味ですので、封入率をしっかり調査していきたいと思います。では続きまして、7箱目の開封へ行きましょう。はい、こちら7箱目の開封結果となっております。今回収録の SR のうち最後の1枚、フランキーですね。コスト4、パワー5000、ブロッカー、そして登場時ドンマイナス2することで自分の手札を1枚捨てることができる。そして登場時ドンマイナス2して1枚手札を捨てることでカードを2枚引く。ブロッカーと能力が完全にね、5コストのクイーンと全く同じなんですけれども、コストが1安くなってる分、ドンマイナス2しないといけなくなってるんですね。これに関しては、リーダールフィだったら、このドンマイナス2の効果も有効に使うことができるので、めちゃくちゃ相性がいいと。でもこのフランキーは他の紫デッキでも、ね、使うことができるので、いろんなデッキに出張する可能性をはらんでるカードですね。そして、パラレルカードはこちらです。じゃん。トラファルガーローのパラレルカードを引きました。麦わらの一尾かハートの海賊団サーチするローですね。いや、今回のパラレルの中でこのローのイラストめちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃ渋いですね。いや、これは4号クラスの凄みがありますよ。もうやばい。めっちゃかっこいい。というわけで7箱目の開封結果でございました。それでは続いて8箱目の開封結果いきましょう。はい、こちら8箱目の開封結果となっております。SR はもう全種類出てますね。それではパラレルカードこちらでございます。じゃん。ラディカルビームのフランキーですね。こう光をちょうど真ん中に当てると、こうビームが発射される感じがして、かっこいい感じしますね。はい、トントンサクサクいきましょう。続いて9箱目の開封結果ですね。どうぞ。はい、こちら9箱目の開封結果でございます。SR が3枚ということで、2枚箱への期待が高まるんですが、パラレルカードはまずこちら。じゃん。ルフィのシークレットですね。まずはシークレットが1枚。そして、パラレルカードは出ませんでした。シークレット1枚で SR3 枚っていう箱が、またあるんですね。よくあるんですけど、ワンピースカードゲーム。いやー、2枚箱そろそろ来るかなって思ったんですけどね。まだ SP も引けてないので、多分 SP は2枚箱だと思うんですよ。なのでね、SP カード、残り3箱なんですけど、いつ引けるんでしょうか。それでは、10箱目の開封へどうぞ。はい、こちら10箱目の開封結果でございます。SR が4枚ということは2枚箱否定なんですね。では、パラレルカードはこちらでございます。じゃん。
モンキー D ルフィのシークレットパラレルを引きました。これは鬼ヶ島決戦の2戦目、覇王色の覇気をまとうことに成功したルフィの一撃ですかね。原作コミックではルフィとカイドウのこの戦い自体がどのような決着を迎えたのかっていうのは過程が書かれてないんですけども、この手を大きく突き出すシーンっていうのが迫力がめちゃくちゃあるいいイラストだなって思います。さあ、というわけでまだ SP は引けておりません。残り2箱ですね。11箱目で SP が出るのか。それでは11箱目の開封結果どうぞ。はい、こちら11箱目の開封結果でございます。SR が1234、1234、1234。何回数えても4枚ということで、SP カードは引けなかったんですが、何回数えても4枚なので SP カードは引きませんでした。それではパラレルカードこちらでございます。じゃん。世界最強の剣士、鷹の目、ジュラキュールミホークのパラレルカードを引きました。黒刀夜をね、構えてね、今から一撃を振る構えを見せるミホーク。そして、このミホークの目線の先にいるのは対戦相手ということで、このイラストを見てるプレイヤーにね、この鋭い眼差しが向けられてるっていうところで、対峙してる相手は強者として認められたっていうことなんですね。めっちゃ鷹の目感あって好きだわ、このミホークのイラスト。というわけで、11箱目の開封結果は以上なんですけれども、ここまでやってね、未だに SP カードを引けてないので、さすがにね、最後の12箱目に SP カード入ってると思うんですけど、まさかこのカードのエラーという可能性もありますので、若干ドキドキしてまいりました。それではラスト12箱目の開封結果へ行きましょう。はい、こちら12箱目の開封結果です。 SR が3枚ということで、パラレルカードが2枚出現するボックスなんでしょうか。まずはパラレルカードこちらでございます。じゃん。ゴールドロジャーのシークレットカードでございます。はい、パラレルカードではなくね、シークレットが出現しました。ロジャーから始まり、ロジャーに終わるっていうね。このシークレットカードって1カートに4枚入ってるので、これきっちり4枚目ですかね。ルフィが2枚とロジャーが2枚で、これできっちり4枚目ですかね。じゃあ、シークレットと SR3 枚で、残念ながら SP が出なかったわけではありません。ちゃんと SP 出ております。今回の SP は、シークレットと SP がセットで出現するんですね。それでは、SP カードこちらでございます。じゃん。泥のアゾ、ゾロ十郎の和柄 SP カードを引きました。大人気和柄 SP のゾロ十郎。新時代の主役に入ってたゾロ十郎のレアの SP カードバージョンですね。アタック時自分のライフ3枚以下の場合、ドンデッキから1枚ドンをアクティブで追加すると、レアカードにしてもかなり強いカードだったんで、もういろんなデッキで使われてますから、この SP カードの出現っていうのはかなり嬉しい人が多いんじゃないでしょうか。はい、というわけで1カートン12ボックス、開封完了いたしました。それではここからカード枚数を集計して、出現率とかを詳しく調査していきましょう。それでは、開封結果まとめ、どうぞ。はい、お待たせしました。カードの整理が終わりました。皆さんにとっては一瞬かもしれませんが、私にとっては1時間超時間かかっております。それではね、出現したカード枚数の方をチェックしていきましょう。はい。まず、シークレットと SR、レアの枚数を見ていきましょう。こんな感じで、1カートの SR の枚数結構ブレが出るんですね。それでは引き続き、よいしょ。出現したパラレルカードは全部でこうなっております。やっぱロジャーのパラレルめちゃかっこいいですね。こうやって並べてみると渋さがすごい出てますね。はい。というわけで、ワンピースカードゲーム最新作、新たな工程の1カート12ボックス、開封したら封入率はどうなっているのか、検証動画でした。残念ながらスーパーパラレルカードは引けなかったんですけど、この動画が面白かったの役に立ったって方はぜひともチャンネル登録、高評価をしてほしいんですが、当然ね、これじゃあ終われませんね。1カートンの封入率はね、こんな感じでしたが、じゃあ今回、コミックパラレル、スーパーパラレルって4種類もあるんですよ。前回の新時代の主役が3種類だったんで、3種類でも出現率自体は変わらなかったので、コミックパラレル全体の出現率は上がってるのか、検証しないと面白くないですよね。その他に SP カードが今回、和柄が6種類に、手配種 SP が4種類で合計10種類あるので、いつも通りだったらカートン1枚なんですけれども、今回は SP カードの種類が10種類と多いので、なんか封入率とか何か差があるのか、もう非常に気になりますよね。というわけで、こっからはサドンです。時間が許す限りカートンを開封していって、実際の封入率を調査、分析していきたいと思います。それでは、カートン開封サドンです。スタート！はい、皆さんお待たせいたしました。現在ね、動画を編集するギリギリまで開封してまいりました。新たな工程、開封結果の方を発表していきたいと思います。まずはリーダーカードの枚数を見ていきましょう。まずは、こちら、リムですね。リムは合計で24枚出現いたしました。続いて、ニコロビンですね。リーダーパラレル。こちら32枚ですね。ロビンちゃんは32枚出現です。続いて4個いきましょう。じゃん。シャンクスですね。シャンクスは24枚出現しました。そして、バギー。これすごい多いです。33枚出ました。続いて我らが主人公。モンキー D ルフィ。ニカルフィのパラレル。28枚出ました。そして最後、物語のラスボスになりそうなこちら。ティーチ提督ですね。黒ひげ。こちら25枚出現しました。で、今回もですね、リーダーパラレルが6枚出てくるパックっていうのが、今回も出現いたします。今回リーダーパラレル6枚パックは2回引きました。で、合計で166枚、リーダーパラレルがここに存在します。っていうか、さっさとさ、何カートン開封したのか教えろよって思ってますよね。ご安心ください。何カートン向いたかは SP カードの枚数を数えればわかります。で、SP カードの枚数を見ていきましょう。SP カード、まずはシャンクスですね。ウォンテッド、手配書 SP、デッドアライブのシャンクス。こちらが10枚出現しました。続いて手配書、バギーですね。バギーの手配書、8枚出現しました。続いて4個。ルフィの手配書。こちらは6枚出現しましたね。そして4個のラスト。
黒ひげ。こちら、10枚。出現しました。で、手配書 SP は4種類で、手配書 SP カードは全部で4種類。そして、和柄 SP が6種類あるので、合計10種類。ワンカードに SP は1枚しか出現しないので、今回単純に SP の種類が10種類あることになります。いつもよりね、狙いの SP カードを入手する確率めちゃくちゃ低いので、もし欲しい SP カードがある場合は、初動で揃えた方がね、いいかもしれません。それでは続いて和柄の枚数数えていきます。まずは、こちら、革命軍のリーダー、モンキー D ドラゴンの SP カード。枚数は6枚です。次、緑、ドンキホーテロシナンテの SP カード。こちら、7枚。次、青、ボアハンコックの SP カード。こちら、6枚ですね。次が紫。はい、ゾロ十郎ですね。ワンカート目でも引いたゾロ十郎。こちらが8枚。そして、黒、ロブルッチの SP カード。こちらが7枚。SP カードラスト。黄色のナミさん。ゲットのナミ。こちらが10枚。一番出ましたね。というわけで、SP カードの合計は78枚。今回は78カートを剥いてきました。お疲れー。疲れました。そしてね、皆さん気になってるでしょう。ここ4枠空いてますよね。この4枠。この4枠は4校の皆さんのコミックパラレルの枠でございます。それでは数えていきましょう。まずは黒ひげ。さあ、黒ひげのコミックパラレル出たんでしょうか？じゃん！ちゃんと出ました！マーシャル DT1。黒ひげのスーパーパラレル。引きました。初登場時の黒ひげからエースを追い詰めた闇闇の実の能力を使ってる黒ひげ。そしてね、4校になった後の大海賊黒ひげ。ワンピースのストーリーに合わせて黒ひげもね、立身出世しているので、ブラッシュ人口みたいなキャラクターなんですよね。黒ひげのコミックパラレルカード、引きました。続いて、バギー行きましょう。占領時計のバギー。バギーもね、イーストブルーからね、バギーもね、イーストブルーの対決からここまでね、出世するとはね、みんな思わなかったですよね。僕もびっくりです。まあ、といってもね、謎のカリスマというか、バギーとシャンクスの因縁とかね、すごいグッときますよね。もし、シャンクスがね、海賊王になるって言ってたら、バギーは赤髪海賊団のナンバー2になってたかもしれないとかね、いろいろとね、二人の関係性っていうのは、単純なライバルとは言い表せないような関係性。そこがすごいね、大好きなんですよね。それでは、コミックパラレル出現したんでしょうか？バギーのコミックパラレルは、じゃん！無事に引くことができました。俺が海賊王になりてー。占領時計のバギーコミックパラレル無事に引くことができました。多分ね、バギーのコミックパラレルね、人気はないと思うんですよ。ただね、コミックパラレルの質としてはめちゃくちゃかっこいいですよ、これ。どれもシーンも名シーンだな、これ。すごい。占領時計のバギーコミックパラレルことができました。では続きましてシャンクス行きましょう。シャンクスのコミックパラレル2回目ですよね。第1弾ロマンスドーンの時にシャンクスがシークレットで入って、他の赤髪海賊団のカードとか全然入ってない中でシャンクスがシークレットで入ってるって聞いて、まあシークレットのシャンクス強いんだろうなーって思いながらワクワクして向いたんですけれど、まさかねスーパーパラレルを引いた時にはマジでビビりましたね。こんなんあるのかと。その時からコミックパラレルスーパーパラレルの収録枚数ってどのぐらいなんだろうってもうすごく疑問になって、もう毎回ね第1弾からものすごい数のカートを向いております。今回で第9弾エクストラパック合わせて10種類目なんですけれども、毎回ねこうやって開けてるとそろそろ開封数が1000カートンぐらい超えてるのかな。まあそんな思い出深いシャンクスなんですが、コミックパラレルは出たんでしょうか？そんなに怖いか。新時代がカウンサリシャンクスのコミックパラレル無事に引くことができました。バチクソかっこいい。こういっちゃなんですけど、第1弾の時ってまだワンピースカードゲームの方向性っていうのがそれほど定まってなかったので、あんまりかっこよくはないんですね、正直。当時のレベルで言ったらすげえって感じだったんだけど、その後のコミックパラレルたちのかっこよさがあまりにもすごすぎて、もう若干ね第1弾のシャンクスがコミックパラレル並べた時にね、少しねコマに圧がなくって若干ね格落ちする感じがあったんですが、今回のシャンクスコマの割にねものすごい圧があってね、めちゃかっこいいですね。やっぱり原作コマの顔のドアップっていいよね。というわけでシャンクスも引くことができました。じゃあラスト、モンキー D ルフィ、言わずもがなの主人公、そしてね10コストのルフィは新時代の主役の時に出現しているので、コミックパラレルは今回の9コストルフィのコミックパラレルになってるんですね。鬼ヶ島決戦のルフィのコミックパラレル引くことができたのか。俺は海賊王になる男だ。4校は俺が全部倒す。というわけでモンキー D ルフィコミックパラレル無事に引くことができましたー。やったぜー。コミックパラレルコンプ成功というわけでね、今回の新たなる工程のコミックパラレル4種類のコンプリートに成功いたしました。いやね、まさか全種類引くことができるとは思いませんでした。はい、こちら入れまして。いや、まさかね、全種類引くことができるとは。そしてね、4種類コンプすることができたんですが、78カートン開けてコミックパラレルは被って何枚出たのか。答えは、4枚しか出現しませんでした。そこまで4校にこだわらなくていいからいや、マジで1枚ずつしか出ませんでした。
もうきっかり1枚ずつ。78カートン開けて4枚だから、だいたい20カートンに1枚出現したんですよね。きついぜ。今回コミックパレルの出現率が悪いとかあるのかもしれないって思うぐらい悪い。今までの自分の開封結果から、だいたい、10カートンに1枚ぐらいの割合でコミックパレル出現するっていう風なデータが出ているので、78開けて4っていうのは、ものすごい運が悪いです。代わりにリーダーパラレルセット、6枚セットっていうのがもう2個出現しているので、78分の2で39分の1ですから、ここがもしかしたら出現率が良かった分、コミックパラレルが割り食った可能性はありますね。はい、というわけで、ここまで見ていただきありがとうございます。今回の動画は、新たな工程を78カート分開封したら、コミックパラレルの4個、1枚ずつ、すべてのカードをコンプリートすることに成功するという検証動画でございました。この動画が面白かったら、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。と、言いたいところですが、皆さん、すでに公式から発表がある通り、今回は4種類ではなく、ゴールドロジャーを含めた5種類のコミックパラレルがあることが発表されております。ゴールドコミックパラレルのゴールドロジャー、パラレルカードの上を行く、コミックパラレルの上を行く、ゴールドロジャーのゴールドスーパーパラレルカード、78カート分開けた結果、ゴールドコミックパラレルのゴールドロジャー、無事に引くことができましたー。やったーぶっちゃけ、ゴールドロジャーが出るまで向きました。78カートン目にしてゴールドロジャーのゴールドスーパーパラレルカード引きました。もうダメかと思った。本当に終わったかと思った。コミックパラレルは引けないしさ。コミックパラレルカード全然引けないしさ。ザベストと一緒でね、今回も引けないのかなって思って諦めかけたんですけれども、諦めなければいつか夢は必ず叶う。伝説の海賊王ゴールディロジャーゲットだぜ。はい、というわけで、無事にね、ゴールドロジャーを引いて全てのカードをコンプリートすることができました。検証動画としてはこれ以上ない出来なんじゃないでしょうか。通算合わせてね、3回目でございますが、この動画が面白かったな、役に立ったなって方は、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。もう今回ほんと大変だったんで、マジよかったらね、ぜひぜひ、ロジャー船長の顔に免じて、チャンネル登録よろしくお願いします。その他ね、感想などありましたらコメントもよろしくお願いします。本当に大変だったんですが、皆様もこれからね、新たな工程のパックを剥くと思いますので、4項のスーパーパラレルや、ゴールドスーパーパラレルのロジャーの出現報告など、お待ちしております。それでは、また次のワンピースカードゲーム、カートン開封でお会いいたしましょう。皆様、さよなら、さよなら、さよなら。頑張ったぜ。